多分見てる多くの方にとってはその発想というか、まあ、それが本来のある姿なのかもしれないですけど、道具ありきになってると思うんですよね。それがなんかそのみんなが言う切れ味が皆さんの言う切れ味と違うっていうのはその食べるベースの逆算じゃないですか。そうですね。でも多くの人が言ってる切れ味って自分が使いやすいかどうかの切れ味なんで、それイコール美味しくなるになっちゃってるところが皆さんの言ってるところはそこがイコールとしてつながらないよっていういつもお話がなんかこうなかなかやっぱ伝えにくいところがあって、そこをなんかご自身でこうプレゼンテーションというか来てくださったお客様にこうどういうふうに伝えたら、最終はやっぱり本当にそこから入るというよりかは、はい、美味しいっていうところから、はいはい、本当に食べて美味しいで、なんでこんなにこれ美味しいんですかってなった時にそれはまあお魚だったらこういう種類があったり、刃物だったらこういう切れ味があるからっていう方から入った方が、そのなんかこう理論が先なのか、感覚が先なのかでいうと、この感覚が先な方がすごい、生き物らしいというか、そっちの方が自然ではありますしね。でその感覚を説明するために理論があると思うので、なんかそこがすごく皆さんの逆に皆さんの美味しいって違ったりしますか？ちょっとそこは結構違います。そういう時って料理話し合う時ってどう決めるんですか？なんかいや俺は違うみたいになったり喧嘩とかしたりします？喧嘩っていうか喧嘩までは料理してる時はやっぱこっちの方がいいんじゃない？こっちのその魚の下処理で言うと、どういう風に塩を当てるのかとか、これは昆布で締めた方がいいのか、どうなのかっていうのは結構食べてそうは思わんけどなとか思う時とかはありますけど、いやなんか印象的にまあご兄弟だからまた違うのかもしれないですけど、やっぱ厨房とかでもシェフが2人いたらこうやっぱこっちが目指す方向性とこっちが目指す方向性が割れてきちゃうっていう話も結構聞いたりするんですよね、その知り合いとかでも。そこはやっぱでも意外と兄弟っていうところとの違いかもしれないですね。そこどうやって最終的にその美味しいと思うのって、お客さんまあいろいろ試していくうちにお客さんからの反応を見てそこがやっぱ最終でちょっと決めるのか、ゴールかっていうのがやっぱ設定をでも共通のものにしておくっていうのは大事かなっていう、なんか僕らが美味しいで満足なのか、僕らが美味しいけどそこにはやっぱみんなこういろんな人とのギャップがあって、まあたくさん知っててこれを見てきてるからこそ美味しいと思えるものと、そこをこう、まあ、初めて食べる人っていうとこにはやっぱ美味しいと思うものにはギャップがあったりとか、やっぱでもその命っていうものをいただいて出す時の、まあ、ゴールは何ですかって言われたら、まあ、こう自分たちのエゴを詰め込むのではなくて、やっぱ食べた人が本当にこの食材美味しいですねとか、この鯛は美味しいですねとか、この鹿肉美味しいですねってなった時に、まあ、そこの命に、まあ、こう最低限のことができたってまあ、言えるんじゃないかって僕は考えているので、やっぱそこでその食べた人が美味しいってなる、でそれでやっぱそのベースにその、まあ、切れ味であったり、そのまあこう命に対してリスペクトっていうところをまあベースにできてたらすごくまあいいのかなって思うので、まあ、そういう話をした時にはやっぱり最初お客さんを見た時の、まあ、結果がすごく大事で、まあちょっと今日は違ったのかなっていう日もありますけど、やっぱ一般の人がこう知覚できる範囲を超えてこう突き詰めれば突き詰めるほどやっぱ本当に微細な繊細な味だったり香りとかっていうところにも多分到達されてると思うんですけど、そうすると一般の方が食べてこうインパクトのある美味しさっていうところとまた違うその繊細なというかより繊細な段階の話になってくると思うんですけど、そこって自分はこれが美味しいと思うのに食べてもらった人がいや美味しくなかったとかって言われた時のそのギャップというか、そこってこう感覚的にこれが美味しいのかってすんなり納得できるものなのか、いやでもそれでも自分は美味しいと思う、その手順を踏んでいけばこれが美味しいだろうなっていうのがあるので、まあじゃあそこがないのに急にここの味を出してもそれはそうなるよねっていう納得はあります、なのでそこをじゃあちゃんと伝えられなかったこっちが悪くて、まあ、それをじゃあどういうふうに伝えるのかって考えた方がまあものとしては
すごく先があります。分からない人が悪いっていうのもそういう考えもあるとは思いますけど、そうなるとそこから先に進めることが何もないので、それをいかにじゃあそういう人に伝えるか。でも最終はみんな同じような仕組みで生きてる生き物ではあるので、なんかそこには通じるものはあるんじゃないかなと。大切にしたいのはみんなスタートの部分っていうか、やっぱ何を食べてるのか、漁師さんだったら本当にそこを大事にして仕事をしていたり、内村さんとかもそうですよね。やっぱその研ぎに対する根本は何かっていう、そこが最終伝わればいいんじゃないかなとは思います。そこが伝わらなかったらちょっと悲しいかなとは思いますけど、でもそれも本当にものを伝えるって伝え方なんですよね。料理人さんってやっぱ感覚の上でその感覚を頼りにいろいろやっていくもので、難しいですけど、僕らで言うと切れ味はすごくそういうところがありますよね。今日は何で切るのかとか、こういう状態だから何で切るとか、でもすごく変わる要素としては100のうち1ぐらいかもしれないんですけど、じゃあ100変わるものって何ですかっていうのがあって、でも結局物が変わるのって1の積み重ねなんじゃないのっていうのがあるので、そこをないがしろにすると全てをないがしろにすることにつながるような気がするので、本当にそこから切るところから大事にしてますっていうのが、僕らの切れ味に対する認識なので、包丁ありきになっちゃうと食材がどっか行っちゃう部分もあって、この切れ味を出したいからこの食材を選ぶみたいなことになってくるとまた、ありますけどそういうものも、でもやっぱ全部がそうなるとちょっと違う、なので、この食材を美味しく食べさせるために本当に切るところからどうやったら美味しくなるのかなって考える。でその時にじゃあ今日の最近の玉ねぎにすると、最近の玉ねぎは取れてから貯蔵された時間が長くなって水分量が減ってきて、こういう味わいが出やすいからより繊細な切れ味にしようねとか、今は逆にすごくフレッシュで甘みもあってでもみずみずしいからよりちょっと香りだったり濃度が出るような切り方にしようねとかいうレベルですかね。変えるとしたらその切れ味っていう意味で、やっぱり野菜とかも年間通して季節で全然変わる、ネギとかも夏だったら辛みが強くなるし、冬から春にかけてはものすごい甘くなるので、その時に、その使い方の役割とかも変わるんですけど、それに対してどういうふうに切るのか、から辛みを抜きたいのか、甘みをとどめておきたいのかとか、それからどういうふうに切った後にお出しするまでにどういう置き方をしておくかっていう、切ったものをどういうラップで包むのか、ペーパーを敷いておくのか、空気に触れさせないのか、わざと触れさせないのか、そういうところは季節の食材の変わり方によって変えていくっていうことはあります。切れ味ってすごい面白いのは、やっぱりある意味ものすごい正確な定規を持つような感覚があって、刃物は日によって変化しないじゃないですか。今日炭化物でかくなってるみたいな、ないで、砥石もある程度は一緒、ある程度一緒、今日めっちゃ粗いみたいな、ないじゃないですか。なので同じ時をすれば大体同じ刃先になって、で実は大量生産に見える北海道産の何百トンって作ってる玉ねぎも若干保存のロットが変わるだけで味全然違うんですよ。本当に工業製品の油、米油とかもだんだん味が変わっていったりするんですよ。匂いが変わったり、ロット変わったのかなとか、なんか絞るでちょっとね原油の価格が上がったりするとなんかあれみたいな、それを測る共通の物差しとして、物差しが切ってものすごく同じ正確な仕事をしたもので切った時に変わるっていうことは、
これは季節によって今日は物が違うでそれをじゃあだったらこうしようみたいな、正確な定規で全部測る。その正確な定規を持ってる方が非常にわずかだなっていう。でもやっぱそれはどのレベルで見るかっていうのにもよるんですけど、僕らは切れ味だったっていう。切れ味をその僕らの定規は切れ味。みんなこう見ていくと違いは絶対みんな気づくと思うんですよ。それがその僕らは切れ味を見てる中で見てるだけで、その見方が僕らが全然気づいてないところを気づいてる人とか絶対いるわけで、また違う物差しそういうことで言うとやっぱりこうよく見てる人ってそういう人が多いんじゃないかなっていう。でも切れ味はそこを多分めちゃめちゃ正確に測れるすごい面白いものだと思います。めちゃめちゃ正確な仕事ができるので言えば糸裏その包丁の形が完成させられればさせられるほどやっぱ精度が上がっていくじゃないですか。同じ切れ味をものすごく正確に出すことが可能になっていって、そうなるとすっごい世の中ってめちゃめちゃ変化に富んでる。ちなみにもうすごいハイレベルな話してますけど、皆さんおいくつですか？僕は25歳。23歳。23歳。僕は20歳になりました。いやすごいですよね。出会った人が良かった。そう。そのぐらいの年にはもうなんか鼻水垂らしてぼーっとしてましたよ。どういう人に会うかっていうのがめっちゃ大事なんですよ。僕らも藤原さんに会ってなかったらそのまま刃物が切れるだけで終わってた可能性も全然あるわけで、僕らは藤原さんに会って教えてもらったから味の方に振ってそういうなんていうの本質的な方を見れるように教えてもらったっていうのがすごく大きいんだ、なんか本当に昨年のご活躍とか見てて、なんかやってきた結果、それを追い求めてきたっていうかも料理と向き合ってきた結果がついてきたものだとは思うんですけれど、どうですかなんか注目の的にこの若さで表彰されたりとかもあったじゃないですか。あそこでこう堂々と喋られてるのを見て、いや緊張してました。やっぱり焦りでもなんかそんなに評価されていいのかなっていう。でも全てできることはやってきたみたいなイメージなので、そこに対しての自信はもう間違いをやりきってる。それを美味しいねって言ってもらえるのはすごく嬉しい。それは多い日は本当に一日中だから15時間以上なんか僕らのルーティン的には、毎日こう刃付けは毎日というかほぼ毎日開店のためにやるんですけど、刃付けをしていくとだんだん厚みが出てくるので、それをリセットする日っていうのがあって、その日とかは1日10時間以上15時間朝から晩までそういうレストランがこう続いてやる時の間っていうのはだいたい 3,4 時間ぐらいなんで、平均して年間1日5時間以上ぐらい5時間ちょっとぐらいとなんで日によって全然バラバラ。体壊したりとかないですか？体壊しますありますね。倒れたとかあります。倒れたのもありますし、やっぱ研ぎって同じ体勢をずっと維持するっていうのは結構体には負担になるんじゃないかな。もう途中から僕そんな毎日十何時間もできないですけども、1時間ぐらい2時間やるともうちょっとだるくて集中できないぐらい辛くなっちゃうんですけど、なんか解決法というか、なんか普段から運動を運動してないのに僕らは山入ったりとかしてるのもあるんですかね。それは結構山ってなんか普段使わない筋肉使うこと平坦なとこを歩くのとやっぱ凸凹がありながら傾斜を上がるのとかってなんかこう足の裏の筋肉だったりいろんな普段使わない筋肉を動かすっていうのはちょっとあるかもしれない。やっぱ長時間同じ姿勢でいるじゃないですか。そういうこう長くやっぱそれをやってると農家のおばあちゃんじゃないですけど、こうやっぱ骨曲がってきちゃったりとか、なんかそういう体に影響出てきちゃうその積み重ねで、そこら辺はやっぱ意識してやっぱり伸ばす痛い状態を
無視して続けると曲がると、なんでそれが何が悪いのかをちょっと考えて、姿勢をどういうポジションの取り方をするのか、なんか痛くない体の使い方っていうのを探した時がいい姿勢なんじゃないかなっていうあるので、あとはちょっとこうトレーニングするとか体の芯を作るイメージをするとか、でもそうすると意外と5、6時間6時間来るとさすがにきついっていう。運動が大事って多分なんか細胞のそうですよね。本当血を回すみたいなイメージ。全然運動してないから。心拍肺に息を入れてしっかり心拍が200近くなるぐらいまでの運動を絶対するとすごいアスリートですね。リフレッシュ体使うんで。なのでそこで山に行く。でも何でも研げるよね。研げるものは何でも研げます。罠をかける時のスコップの先っちょを研ぐんですよ。そうするとなんか土をめっちゃ掘るのが楽になったり。本当に罠をかけるとき場を荒らさないっていうのがすごいキーになるので、すごい迅速な仕事をきれいにするっていう、荒らせば荒らすほど人間がいた痕跡が残る。結構やっぱそれを敏感に感じてる。めちゃめちゃ人間、多分もう僕らのもう比じゃないぐらいの感覚で生きてるから、もう本当に土をこう10センチこう掘って裏返しただけでこう表面の土の匂いと底の土の匂いっていうのは全然違うので、それだけで多分イノシシは分かる。やっぱ都会にいればいるほどその感覚がこう鈍くなってるとも言えるんですかね。やっぱそのあらゆるその新しいその生き物としてはそうですけど、また違う新しいその刺激が入っちゃうことによって人間本来ロジックは結構感覚を弱らせると、そこので僕らはやっぱそれは人間なので、ロジックはあってそうですね。生き物はすごいもうその感覚を研ぎ澄ませたものが生き残るみたいな多分世界で、その罠をかけるときにできるだけ迅速に人間の痕跡を残さずかけるみたいなのが大事なので、その時の道具スコップをとか今なんかこう都会にいてちょっと思うのが、そのロジックと感覚が逆転してる現象がすごい多いなと思って、その情報が大量に入ってくるけれど、その体を動かして山に入るとかっていうのはないじゃないですか。でそれをなんか理解も情報として理解はしてるけど、そのロジックばっかりが詰まってって、食べに行った時もそっちのロジックが先行しちゃってって、本当にその舌で感じてるのか、その例えばこう受賞されたからとか有名とかそういういろんなその SNS とかで見た情報から食べてがその味に影響を与えちゃってるのか、なんかそこら辺がこう逆転してしまってるような食べ手の方とかもなんかいるのかなっていうのはすごい都会にいると感じるなと思って、そこの発展が著しいので、ロジックの発展が AI であったり、まあしょうがないんだろうなっていうのはありますけど、でも藤原さんとかも絶対料理人さんとかみんなそうですけど、絶対そうですけど、AI、チャット GPT とか本当にめちゃめちゃ優秀なのは分かるんですけど、そういうそのものすごい感覚を詰めていった時のなんだろう、生々しさ、生き物としてとかこう人間としての生々しさのすごいコアの部分を持ってると、チャット GPT 案外嘘つくんで、お前全然知らないじゃんみたいなことがあるんで、そういうぐらいの、どういうぐらいの知識をその AI が持ってて、どれぐらいのものをどういう形で提供してるのかっていう見方がすごいあった方が多分いいんだろうなっていう。結構嘘つきますもんね。落合良一さんっていう人が言ってて、その通りだ。落合さんとかもすごいなんか AI をうまく使うにはすごいロジックと真逆のものすごい自分の感覚で勝負したものを一つ持ってた方がいいんだろうなっていうので、なんかすごいそこをやった上でそれをうまく使うっていうのが大事なんだろうな。ロジックもすごい積み上げられてらっしゃるじゃないですか。そのロジックと感覚が錯綜するみたいなことって感覚としてあったりします？その食べてる時にこっちの頭のロジックとこの感覚がちょっとなんかずれちゃうというか、そのこう頭ではこうなのになんか舌は美味しいと感じてしまうとか、
そこが結構難しいですよ。だからそこってなんかすごい自分のロジックを肯定しにいっちゃうと間違えるような気がするんですね。そこのこういう理論で言ってるから、これは美味しいはずって言って美味しい気がするみたいにその肯定の方向に行っちゃうと、すごい昨日後ろでずっと聞いてて、そのなんか精神的なそのストレスというか悩みってないのかなと。そのロジックを突き詰めれば楽しさがなんかそこのズレがなんか苦しいとかにはならないのかなっていう。なんかそこを楽しいと思えるのが人生。最終的にはやっぱ感覚と理論がずれた場合は、その理論はちょっと違うはずなのに、でも味としては自分たちが。だからそれは多分理論が間違ってるのだと思います。そうすればやっぱ感覚を優先するってことですね。感覚に合わせて感覚すべてで。やっぱ感覚が現実だと。逆にロジック積み立ててこれは美味しいだろっていうのはもうそれはその考え方として破綻してるというか。やっぱ純粋にもうロジック出てきた現象を説明するのがロジックなので、純粋にうまいなって感じたのをそれが深掘っていったうちにはこういう理屈なんだっていうのが正解ってことですね。使い方としてはロジックで作るんじゃなくて、作ったものを僕の感じはなんとなくこう感覚として美味しくできたものをロジックでこうだからなのかなっていうのが分かったら、それを再現しやすくなるっていうところがロジックの使い方じゃないですか。最初なんか感覚が勝っててもロジックを積み上げてくるとなんかロジック先行になっちゃったりとかしないですか？あります。なったことはあります。そうですね。間違って今がそうじゃないと言えない。そこは楽しめてるっていうこと。周りの人、藤原さんとかもそこが違った時が楽しいみたいな。なんで違うのみたいなのがみんな結構出発点なんじゃないですかね。そこをやるのが楽しいからみんな始めて、感覚とロジックが全く合わなかった時とか、想像外のものが出てきた時に、その漁師さんでもなんでまだ遊べるみたいなことを言ってる人が多い。やっぱ分からないものがなくなるのが一番怖いっていうか、その人生で楽しめるものがやっぱ常にあった方があれですね。知ってることの方が少ないですからね、人類は。それはそうですね。言いますね。ほとんど大半は理解できてないって言いますね。そういう意味であれですかね。やっぱレストランでこうすごい多くの方に評価されてるレストランと、仮に自分たちの感覚とこうズレがあった場合に、それも今までの経験からこういうところが美味しいと感じてるのかなみたいなのはやっぱ推測としてできたりするんですけど、やっぱ多くの方は逆に僕らの方向性とはちょっと違うかもしれないけど、こういうところに美味しさっていうものを感じてるんだなっていうのはやっぱすごい鮮明に見えてきたりする。だし、なんかもう物が変われば人が変われば全て変わるので、美味しいってすごい一つの意味に見えて、いろんな意味があって居心地が良くて、その体験としてなのか本当に味ベクトルなのか、なんかその誰かに会いに行くかもしれないし、レストランの雰囲気とかその人とのコミュニケーションも含めて、その全てなんか美味しいで作られている。そこがまあその各々のレストランのその強みっていうところですね。その総合点として僕らはすごいそういう仕事をする人に憧れてものを始めたり、やっぱこう情熱をかけたり一生懸命やるっていうことって本当になんか素晴らしいし、その入れた分ものすごくやっぱそこに思いをかけたものがやっぱ人の心を動かすとは思うので、いつかそういう仕事ができればなとは思ってます。あと広げたいなって言ってるのはその切れ味を世界に広げる。刃物の文化とか、そこの刃物でそのどういうふうに味を引き出すかっていうその日本の文化のすごいものの根源的なところにはすごく素晴らしいものがあるなと思うので、結構そこがある意味ちょっとこう刃物を研ぐとか研ぐっていうことが別になくなってもいいのかもしれないんだけど、なんかそこをすごくの素晴らしさっていうのが消えてしまうのはなんかすごくもったいない気がするので、なんかそこをまた
僕らが何かすることによって伝えられたら嬉しいのかなと、命を食べるっていうところとの僕らなりの向き合い方っていうのが切れ味かなと思います。やっぱり止めさしとかするときにこうやっぱりしんどいって言ったらあれですけど、やっぱりきついんですよ、命を取るっていうこと、やっぱり精神的にきつかったりそういう時に本当にこの命を最大限美味しく食べるっていうのが僕らのできることなんじゃないかなと思うので、そこをするために全身全霊で何をするって言われた時に、僕らだったら、本当に切るところから最大限美味しくしようっていう時に使うのが僕らなりのその向き合い方っていう切れ味じゃないかな、ありがとうございます。本日は、能見の3兄弟の特別スペシャルゲストとして、いつも見てます。いや本当ありがとうございます。まさか、出ていただけると思ってなかったので、本当に貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも応援してます。酒なんでありがとうございます。